皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画を撮影してから2週間ほど経ったところです。時は7月中旬の2日間です。撮影を行った時の天気は2日ともどんよりと曇り、霧までかかっていました。北海道には本州以南のような梅雨はないとされているのですが、年によってはこの時期、曇りや小雨のすっきりしない天気の日が2週間ほど続くことがあります。これは蝦夷梅雨と呼ばれています。今年はどうやらその蝦夷梅雨の当たり年のようです。撮影は1日目は昼下がり、2日目は午前中に行いましたが、その時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計でともに23度にまで上がりました。この地方のこの時期としては暖かい日でした。今回はこれから夏の本格的な細蜜のシーズンが始まりますので、その様子と細蜜に向けた準備についてお話しします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。そうは言っても先ほどから言っているように、このところ天候不順な日々が続いていて、ミツバチにとってはフラストレーションが溜まりやすくなっています。数日間雨が続くだけでも収蜜や花粉収集が大きく落ちて、女王蜂の産卵や群生の伸びにも影響が出ます。当養蜂場のミツバチたちはどうやらそうした状況に苛立っているようでして、巣門付近にたむろしながら手持ち無沙汰な様子です。やることがないので巣門のあたりでつながって柱を作っている連中もいます。外を飛び回って蜜や花粉を集めてきたいのでしょうが、それが思うに任せないのでかわいそうです。今回はそうした中での夏に向けた準備となります。さて、過去の動画で実は今年の春はほとんど蜜を絞ることができなかったとお伝えしました。春に蜜を絞ったのはたった1回だけでした。しかもこれは越冬期間中に蜂たちが使い切らずに巣箱の中に残った蜜や春先の給仕による蜜を絞っただけでした。これは掃除蜜と言われていて、通常は蜂の飼料用の蜜でして人が食べるための蜜ではありません。春に蜜を絞ったのはこの1回だけでした。本来ならばクローバー蜜を絞る時期である6月に今年は蜜を絞ることができなかったのです。クローバーはこの地方で春の主な蜜源植物です。クローバー蜜を絞れなかった理由は2つありました。一つは今年の春は蜂の数が非常な勢いで増えたために、それに合わせて割り出しによる人口分布を次から次へと行ったためです。つまり今年の春は蜂群の数を頑張って増やしたのです。人口分布を行った直後のコロニーは親元のコロニーも、そしてこのコロニーも両方とも蜂の数が減っているので、そこから蜜を絞って餌を取り上げてしまうのは気の毒です。むしろ減った蜂の数を回復するためには、蜂たちがせっせと集めてきた餌を巣箱の中に残しておいてあげる必要があります。他方でこの時期、人が積極的に蜂に餌を与えることはしません。なぜならば、この時期には人間用の蜜を絞る可能性を残しておくために、自然の蜜が人工的な餌と混ざらないようにしなくてはいけないからです。以上に述べた今年クローバー蜜を絞れなかった理由の一つ目は、要するに人口分布を積極的に進めたために蜂の餌を確保することが最優先となり、人用の蜜を絞るタイミングがなかったということです。今年の春にクローバー蜜を絞ることができなかった理由の2つ目は、どうやら今年がクローバー蜜の外れ年だったということです。この地方の今年はクローバーが蜜を出さない裏の年だったようです。そもそも養蜂場周辺でミツバチがクローバーを訪れている場面を私たちはほとんど見かけませんでした。2週間前にようやくその放火の場面を見つけて、運よくそれを動画に収めることができました。これがその映像ですが、確かにミツバチがクローバーの花に止まってはいますが、止まる時間が瞬間的で蜜を集めてはいないようです。そもそもミツバチがクローバーを放火するときは
一般に比較的短時間の訪問です。これはタンポポの花を訪れるときは比較的長時間そこに留まる傾向があるのと随分違います。それでも蜜を集めるときには、ミツバチは3秒程度は花に留まる必要があるようです。しかし今回の訪問は私たちが見る限り3秒に達していません。ミツバチは蜜を求めてクローバーの花を訪れはしたものの、そこに蜜がないのでがっかりしたというのが、どうやら真相のようです。もっとも私は今年の7月上旬に当地から北東に120キロほど離れた北海道東部にある十勝地方で数頭のミツバチがクローバーの花にじっくりと留まって蜜を集めている場面を目撃しました。つまり十勝地方ではどうやらクローバーが盛んに流蜜していたようなのです。ですから同じ北海道の中であっても今年は地方によってクローバー蜜の裏と表がまだら模様で混在しているようです。さて、私たちの養蜂場に話を戻します。今述べたように、今年は春のクローバー蜜の収穫の当てが外れてしまったので、次の夏場の蜜の収穫に向けて、いやが上にも期待が高まっています。全国的には地域によって夏になると花が流蜜しなくなって蜜源が細るところがあるようなのですが、この北国の地では夏はむしろ蜜の書き入れ時です。北国の低地養蜂では春先のスタートが遅くて、しかも冬が早くやってくるハンディがありますので、そうしたハンディを夏に取り戻さなくてはいけないのです。この地方の夏の主な蜜源植物はオオハンゴンソウです。オオハンゴンソウの7月中旬現在の状態はちょうどつぼみが出始めたところです。このつぼみから黄色い花が咲いて蜜を出し始めるときはもうすぐそこまでやってきています。それまでに私たちは蜂たちが仕事をしやすいように準備を整えなくてはいけません。今回やったことは一段巣箱のコロニーを二段重ねの巣箱のコロニーにしたことです。今年の春に巣板を割り出して作った新しいコロニーは今回の内見まではすべてまだ一段巣箱のコロニーでした。しかしその中にはすでに蜂の数が十分に増えていて二段巣箱に格上げしても良いコロニーがあります。そういう勢いのあるコロニーを今回選び出して巣箱を1段から2段にするわけです。今見ているコロニーの女王蜂はこの春に誕生したばかりの女王蜂ですが、非常に旺盛に産卵していて蜂群の規模がすでに2段巣箱に入れても良いところにまで成長しています。そこでこのコロニーの巣箱を1段から2段にします。当養蜂場では巣箱の下段と上段とをはっきりと分けるために隔黄板を使っています。そのうち下段はもっぱら女王蜂がいる育児専用のスペースになります。反対に上段は貯蜜専用のスペースになります。女王蜂は体が大きいので隔黄板がバリアになって下段から上段に上がっていくことができません。反対に体の小さい働き蜂は上下を自由に移動することができます。隔黄板のメッシュの大きさはそのように設計されています。今回は下段の巣箱のうち巣房に蓋がついた有害胞子がいっぱいついた巣板を3枚選び出して上段の巣箱に入れました。有害胞子がいっぱいついた巣板を選んだのは、こうした巣板からは間もなく成虫の蜂がたくさん羽化するからです。そして成虫の蜂が羽化した巣房は働き蜂が清掃した後で蜜を貯めるための貯蜜棒として使えるようになります。上段の巣箱は蜜を貯めるための巣箱ですから、貯蜜棒がいっぱいあった方が良いわけです。今映像に映っているのは先ほどのとは別の巣箱です。ここの女王蜂が誕生した時期は
先ほどの巣箱の女王蜂が誕生した時期とほぼ同じなんですけれども、先ほどの女王蜂と比べると、この女王蜂は産卵が進んでいなくて、蜂の数があまり増えていないように見えます。胞子の数も同じようにあまり増えていません。そこで、このコロニーについては、1段の巣箱から2段の巣箱にすることを今回は見送ります。1段のままにしてしばらく様子を見ることにします。今回は北国の本格的な蜜集めのシーズンである夏を目前に控えて、巣箱の体制を整えた話をしました。具体的には、今年の春に人工分蜂で作ったコロニーのうち、蜂の数が増えて十分に大きくなったコロニーの巣箱を1段から2段に格上げして、上段の貯蜜用のスペースを作りました。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。これから夏の蜜集めの動画も作っていきますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちください。で、なお、高評価や動画のシェアもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。